こんにちは、西修正です。今ソウルではちょっと異常な事態が起きています。今回は手短にそれを紹介しつつ、韓国に来る方もいらっしゃると思うので、ご注意したいと思います。昨夜、遅くに韓国のユン大統領が、45年ぶりの非常戒厳令を発令しました。それに反対して共に民主党を中心とする野党が多数を占める国会では反対の決議案が今夜未明に採択されました。その非常戒厳令というのは45年ぶりに発令されたと言いましたけれども、この45年前の事件についてはいくつかの韓国映画にも再現されていますので、ご存知かと思います。当時の朴正祺大統領が KCIA、諜報機関の部長に暗殺され、それを受けて、チョン・ドゥハン後に大統領になるんですけれども、その人軍部のその人が、緊急事態条項、というか非常事態、を収拾する役割を担って後に、軍事独裁政権を確立したという事件です。南山の部長たちというのがその暗殺事件の首謀者に関する作品です。それから、チョン・ドゥハン大統領の、クーデターに関してはソウルの春という作品があります。その後に続く民主化を求める人々との軍部やそれから政府との闘争というのがそれも映画化されています。タクシー運転手、それから1987ある闘争の記録、そしてそれよりも前に作られている作品で、それに言及されている作品ペパーミントキャンディ、それから非常に暗示的に示されている作品、大統領の理髪師などがあります。でそれらに関しては私はすでにYouTube 動画やノートの記事をもう作成して、ノートの記事は日本語で作成して販売しています。で現在韓国で起こっている異常な事態に関しては人々の市民たちのデモというのがありまして、これがずっと続いてたんですね。ユン政権に反対する市民たちのデモが10万人規模でソウルで行われていました。先週も今週、日曜日それから直前の国会前での市民たちの抗議活動なども行われていたようです。KBS 韓国の公共放送 KBS がこの事態に関しての全体の状況をライブ放送していました。で、非常戒厳令は解除されたんですけれども、それは国会の多数派の決議によって解除されたんですけれども、もう3時間以上だったというので、ソウル大学の教授、法律に詳しい教授はそれは内乱罪に相当するんではないかというふうに言ってますけれども、一方で国防省とそれからユン大統領の決議というか決定ではデモ参加者は令状なしに逮捕できるとか、それから国会議員も逮捕できるとか、そんなようなことがまだ有効なようなことも言われています。これは私が韓国語はできないので KBS の放送を要約してもらって今お知らせしております。先ほど話しましたけれども、さまざまな映画が45年前の非常戒厳令の発令に関しては参考になる映画が作られてますので、そちらをご覧になり、もしその時間もない方は私の記事などをご購入いただいて、あるいは動画を見ていただいて参考にしていただければと思います。今回は非常に短いですけれども以上お知らせでした。それではまた。